皆さん、こんにちは。今日は、八方目という言葉をご紹介いたします。この八方目は、少林寺拳法の技法の、大変重要な技法の一つであります。開祖曹洞宗先生は、八方目というのは、目を動かさずして物事を見ることであると教えられました。目を動かさずして物事を見る。で、これ一体どういうことなんだろうと、当時私は興味深くこの八方目というものを感じておりました。例えばここで、一つの実験をしてみたいと思います。皆さん、指先を、人差し指を顔の前に持ってきて、まっすぐ立ててみてください。そして、目の焦点を指先に当ててみます。そして、爪の形がどんな形であるか、そしてどんな模様をしているか、あるいは爪がどれぐらい伸びているのか、これをじっくり見てください。見えましたでしょうか？次にこの人差し指を左右に振ってみます。この時に目も左右で追ってみます。はい。今度は、この指先への意識を少し和らげて、周り全体の状況を見てみてください。そして、左右に指を振ってみます。この時に目の玉は動かさないようにします。はい、OK です。そうしますと、例えば、鳥の声が聞こえるな、とか、誰かが話をしているな、など、この指先だけに集中していないので、なんとなく全体の模様や、耳が、聞こえるようになってきます。これが、少林寺拳法の八方目ではないかと思います。では、この近くをはっきり見るということと、このものを通して全体を見るということ、これどちらが優れているかということはあまり問題ではないと思います。なぜならば、それは時と場合によるからであります。例えば、目の前で起きているものが本当にどういうことであるのか、その起きている現象をはっきりと見極めたいときには、そのものに意識を集中するということが大切であります。一方で、その物事が全体の中でどのように動いているのかということを調べたい、認識したいときには、その物事だけにとらわれずに、そのものを通して全体に意識の網を張り巡らせるということが大切であります。したがって、近くだけを見るのか、あるいはこれを通して全体を見るのか、これは時と場合によるのだということであります。しかしながら、とかく私たちの生活をしているときに、私たちは目の前で起きていることに一喜一憂したり、あるいは右往左往してしまうことが、よくあることではないでしょうか。つまり、意識が非常に近視眼的になっていることがあると思います。したがって、ぜひ、少林寺拳法のこの八方目を日常生活でも訓練をしてみていただければと思います。つまり、日常生活において目の前で起きている現象にあまり一喜一憂せず、そして目をあまりキョロキョロ動かさず、そのものを落ち着いてみて、そうするとそのものが起きていても全体の動きを把握できるようになるのだと思います。ぜひ、この八方目というのは、少林寺拳法の技術だけではなく、日常生活においてこそ、訓練をし、この技術を活かしていただければと思います。お互いに頑張ってまいりましょう。ありがとうございました。